にゃんこフレンズよろしく、にゃん、15話。メメはキョロキョロと眺めてるけど、何をやりたいのか。猫の行動は一つ一つに意味があるのだろうし、メメの行動にも考えがあるんじゃないのかな。メメはどっちに甘えるのか考えてたみたいだね。こうしたメメのいろいろな動きや仕草が可愛くて、ついつい私もたくさんぎゅーしたくなっちゃうんだよね。今だから言えるけど、まさかひーちゃんがここまでメメのことを大切にしてくれて、メメもひーちゃんに信頼を寄せるとは思ってなかったよ。あれ？ひーちゃんを発見。ひーちゃん、待ってー。もみじちゃん偶然だね。サンプレもしてたの。正解。太郎に何か暇つぶしさせるためのアイテムとか探して歩いてたんだ。暇つぶしアイテムか。メメも家にいるだけだとやっぱり暇してるのかな。まあ、今は猫のことは一旦置いといて。せっかく会ったんだし、カフェに行かない？そうだね。メメはいないけど、猫カフェでも行こうか。メメの階段ダッシュは運動のためなの。そうだな。運動のためなのかな。あまり考えたことはなかったな。でも、走り回ってる時のメメは楽しそうだよね。もしかしたら、ゆうくん家に来てから初めて階段を知ったのもあって、楽しんでるのもあるのかもしれない？居心地の良い場所で安心できる環境や主人がいるって幸せなことなんだろうね。それはメメも思ってるよ。でも、ゆうくんとは小さい頃からお世話になっていて慣れてたけど、ひーちゃんに初めて会った時はメメを触るのも慣れてなかったから、メメも不安もあったんだよ。あんなに優しいひーちゃん。でも、メメからしてみたら、出会いの時は不安を感じてたんだね。メメが不安に感じてたのは、触り方が慣れてなかったからなのか、ひーちゃんから猫に対しての恐怖心みたいなのをメメが感じてたからなのかもしれないな。私は、ひーちゃんの幼少期から知ってるから、何も心配はしてなかったけど、メメとひーちゃんが出会った時は、お互いいろいろとあったんだろうね。
意外だな。まさか、こんな優しいひーちゃん。でも、めめちゃんとの出会いの時って、そんなに苦労したんだね。まあ、苦労っていうのか、私が猫に対して苦手意識があったのと、接し方がわからなかっただけなんだけどね。そういえば、うちの太郎との出会いも大変だったな。おい、太郎は元気なのか？太郎との住み始めの頃は、全く私に懐かなく、お互いへそ曲がりだったのもあって、太郎の名前を呼んでも無視されてたような日々が続いてたかな。でも、ある日、私が嫌なことがあって家で泣いてた時、太郎から近づいてきてくれて、私に寄り添ってくれたんだ。太郎は優しいね。ありがとう。こんな出来事があってからは、太郎とはうまくやってるかな。もみりちゃんでも、そんな大変だったんだね。でも、猫なりにいつも主人を見てるんだろうね。太郎もへそ曲がりだけど、相手の空気を読めるのか困ってたり、落ち込んでる相手には優しいのがまた可愛いやつなんだよね。それでひーちゃんは猫が苦手で、めめちゃんにはどんな接し方で苦労したの？私はね。めめ、俺だよ太郎だけど、暇なんだ。遊ばないか。めめ、どうかしたの？太郎くんから遊ぼうって願いの声が聞こえたんだよ。よいしょ。それならめめは外の世界に行くのかな？メロディー、よろしく。お願い事を叶えてあげてね。外の世界に到着。それならめめ、太郎くんの声に答えてあげてね。それならメロディー、ちょっと待っててね。にゃんこステッキお願い。太郎くんの声に答えてあげたいの。今、行くからね。太郎くんを見つけた。にゃんこステッキ、お願い。太郎くん、こんにちは。太郎くん、こんにちは。めめもメロディーも元気そうだな。太郎くんは暇でもしてたのかな？今日はもみじが休みだから遊んでくれるのかと思ってたのに、出かけて帰ってこないんだよ。太郎くん、それなら何して遊ぼうか。もみじがいなくて寂しく感じてたら、ふともみじとの出会いの時を思い出してたんだ。もともと私は猫を怖がっていたけど、ゆうくんのお願いでもあったし、ドキドキしながらも、めめが家に来るのを
あの日は待ってたんだ。メメからしてみたら、気づいたら全く知らない場所で、知らない人や匂いに不安しかなかっただろうね。私の触り方が悪かったのか、それともメメ自身の不安の問題だったのか、ゆうくんでさえ苦戦してたのに、私が手を差し出しても何も反応してくれなかったし、ご飯も食べなかったことに、私なりにかなり悩んだんだ。それでもね、小さい体ながらも恐怖に震えていたメメに少しずつでも安心してもらいたいと、私も気持ちで何度もチャレンジしたんだ。何度もメメに心配しないでって語りかけながら撫でてあげていたら、ある時私のメメに対しての気持ちが伝わってくれたのか、少しずつ私の手にスリスリ返してくれたりしてくれたんだ。あの時は本当に嬉しかった。不安でしかなかったメメが私に対して少しでも気持ちを許してくれたんだって。逆に私の方が体全体の力が一気に抜けて安心感をもらえた気がしたんだ。メメ、おいで、おいで。ありがとう。ひーちゃんも頑張ったし、めめちゃんもたくさん頑張って、今の信頼関係があるんだろうね。俺がもみじと出会った時よりも、メメの話は泣きそうだよ。初めての場所で、メメの匂いもなく、ひーちゃんとは初対面だったから、さすがに初めは不安しかなかったな。でも、あれからは、ひーちゃんのことを本気で大好きだし、信頼してるんだ。私から見ても、ゆうくんとひーちゃんからは、メメに対してたくさんの愛情を与えてくれてると感じてるよ。あ、それとね。階段をゆうくんの家で初めて知って怖かったけど、一歩ずつ頑張ったんだ。うわぁ。メメは、すごく頑張ったんだな。そりゃあ頑張るよ。だって、その先には大好きなゆうくんとひーちゃんがいるんだからね。メメは今では階段を走り回ってるけどね。それは運動と気分転換のためだよ。でも太郎くんももみじちゃんが悲しんでる時に寄り添ってあげるなんて、もみじちゃんはすごく嬉しかっただろうね。まあな。俺は優しいからな。そうだった。あの時に太郎が優しく近づいてきたのは、腹減ったからマンマを食わせろって意味だったんだ。そうだったの。それでも太郎が来てくれて悲しみも半減できたし、太郎には感謝だよね。
そうだよね。私もメメと出会えて本当に感謝してるし、メメのおかげで甘夏ちゃんやもみじちゃんと会えたことは宝物だよね。メメ、出会ってくれてありがとう。ひーちゃん、大好きだよ。動物虐待は犯罪です。どんなに小さい生命であってもみんな必死に生きてます。出会えた奇跡が私を支えてる。君が笑うたび強くなれる気がする。あの日も視線を向け逃げていたなら、今のつながりさえも夢の中だった。痛みに耐えながら前を向いた日々、その先に君がいた、それだけでいい。たくさんの支えが私を包んでる。もらった言葉たちが生きる灯火。君がいて本当によかった。心いっぱいのありがとうを送る。どんなに辛くても一人じゃなかった。君の声が響いて私を守ってた。流れた涙さえ明日の力に変わると信じて歩き続けてた。過ごした時間たち